さあ、今回もプロ野球選手解説、始めていくよ。67回目の今回は、長嶋選手の解説の後編になるよ。後編は巨人の第1次、第2次監督、日本代表監督についてだよ。それじゃあ早速、解説始めていくよ。1974年11月21日、巨人の監督に就任した長嶋は、クリーンベースボールを標榜したよ。また、前監督の川上が築き上げた確率野球を捨て、投打の力量差が、そのまま勝敗につながるという信念のもとに、チームを再編。ただ、長嶋は現役最終年時点で、引退後に即監督就任は考えておらず、現役を2、3年は続行したい思いがあり、また、引退後の数年は、バックネット裏から野球を研究したり、コーチを経験したりしてからの、監督就任を考えていたが、チーム事情から引退後に、即監督就任の運びとなったよ。球団としては戦後初の、非日系の外国人選手である、デイブ・ジョンソンを獲得し、自らの後継三塁手としたよ。なお、ジョンソンはメジャーリーグ情報を、長嶋に伝えるパイプとしての役割もあり、たびたび長嶋家に、メジャーの試合を録画したものを持ち寄り、長嶋一家と共に、鑑賞していたよ。1975年のシーズンは、球団創設以来初の再開に終わったよ。当時巨人の選手だった柴田は、長嶋さんが引退して森さん、黒江さんも引退し戦力が落ちたのもあるが、コーチ陣を一新したり、一体どういう野球をしたいのかがわからなかった、コーチ陣とうまくいっているように見えなかった、と述べているよ。またこの時、長嶋は自身の野球人生は、波乱万丈、だと思ったそうだよ。そのため1975年のオフには、グリーンベースボール、チャレンジベースボールを標榜し、かつ野球へのシフトチェンジを行ったよ。また日本ハムから、安打製造機と呼ばれた張本を、高橋、富田との交換で獲得。さらにトレードで、ライオンズから先発も抑えもできる、加藤も獲得したよ。外野の名手である高田を内野の三塁手に、当時としては異例のコンバートをし、ジョンソンを本来の二塁手に移動するなど、チーム強化に着手。コーチ陣も前年から、一軍コーチで留任したのは黒江のみで、打撃コーチには二軍監督だった、国松が就任したよ。また当時、チーム内の派閥抗争に巻き込まれ、孤立していた南海の野村に、選手兼任ヘッドコーチというオファーを打診し、野村はそれを快諾したよ。ところが、肝心の長嶋が首を縦に振らなかったため、巨人、野村克也は幻に終わり、野村は選手兼任監督で南海に残留したよ。翌1976年には、最下位から一転、リーグ優勝を果たしたが、日本シリーズは、阪急に3勝4敗で敗れたよ。1977年シーズン中に、ヤクルトから倉田との交換で、巨人キラーと言われていた、浅野を獲得するなどし、3年目こそ、長嶋の進化が問われる、という声の中、2位に15ゲーム差をつけて、リーグ優勝を果たすよ。また日本シリーズは1勝4敗で、2年連続で阪急に敗れたよ。オフには、大洋からジョン・シピンを獲得し、正二塁手としたよ。1978年はシーズン当初から低迷が続き、8月後半、一旦は首位に立つものの力尽き、結局、2ゲーム差で OB の疲労家が率いる、ヤクルトが優勝したよ。そして同年オフに、江川事件が起きており、江川卓との交換トレードで、エースの小林が阪神に移籍。1979年は5位に終わり、この年のオフ退団した張本は、低迷の要因を新聞記者に問われ、言いたいことはたくさんある。これだけは断言できる。チームは間違えた方向に向かっている、と答えているよ。同年長嶋は、V 級時代を知らない若手選手を、シンデレラボーイと呼び、伊東スタジアムの、秋季キャンプに集結させたよ。これは後に、地獄の伊東キャンプと呼ばれるようになったよ。キャンプ中に行われた練習試合で、若手が全く活躍せず、ベテランだけが活躍したこともあり、当初は1976年オフの再来とも言われたが、このキャンプで若手の結束力が高まり、後に藤田監督時代の主力選手となるよ。張本がロッテオリオンズに放出され、ニューヨークヤンキースでプレーした、ロイ・ホワイトを獲得。ホワイトは張本に代わり、1980年のシーズン中には40歳を迎える王と共に、打線の中軸を担う人材として期待されたよ。野球マスコミやファンの間では、栄光の V 級時代を懐かしみ、前監督の川上の待望論が、徐々に出るようになっていったよ。実際に川上派と呼ばれる巨人 OB が、長嶋のチーム作りに干渉するようになり、また、1976年オフに山子森のパートナーでもあり、自らが監督になる際に、コーチに抜擢した黄金原のドラフト騒動の時に失い、1975年から1979年までの間、フロントが11人のコーチを解任にしたよ。黒江は1978年に退任しているが長嶋から、片腕としてよくやってくれたけど、球団の考えなんだ。
申し訳ないがやめてくれ、と言われ、黒井は涙ながらに長島に、片腕の黒井を切るなら私もやめますと、なぜ言ってくれなかったのですか、と言ったそうだよ。そして、球団のオーナーである勝力ではなく、読売新聞社社長が、1980年のシーズン終了前に、長島の監督解任を決断したよ。球団が A クラスを確保すれば続投と、公言していたものが一転した形で、陰謀と騒がれることになったよ。川上派の批判にさらされ続けた長島は、川上による数年かけた裏工作の結果とみなし、長島の川上への悪感情は決定的なものになったよ。その後川上が OB 会会長になった後は、OB 会への欠席を続け、1990年に、OB 会から今年出席しないと、除籍という勧告を受けて、渋々出席したのをきっかけに、川上と和解したそうだよ。長島は辞任という名の、事実上の解任後、勝力からフロントへの入閣を勧められたが、フロントは性に合わないと、拒否して退団届を提出し、個人事務所、オフィス N を設立し、浪人時代を始めるよ。後継監督には藤田がついたが、藤田は川上が主催した座談会に参加しており、川上が後継監督として名前を挙げていたこともあり、長島派のマスコミから、バッシングの対象とされ、1981年に日本一になった際にもそれは続いたよ。浪人時代は野球のみならず、スポーツ全般の伝道者的役割、スポーツ外交官的役割を演じたよ。特に浪人1年目、1981年は、2月キューバ文化視察、同月韓国野球委員会での講演、同年6月中国ボール異協会での野球指導、同年10月ワールドシリーズ観戦などと、世界中を駆け巡ったよ。この時期からスポーツ番組のみならず、バラエティ番組にも出演。独特のキャラクターが受け、面白いおじさんのイメージが定着。翌1982年1月に、報知新聞社の客員評論家に就任。1988年には、息子の一茂がヤクルトに入団したよ。この間、他球団から相次いで、監督就任の打診があったが、巨人への思いからそれらを全て断ったよ。長島によると太陽、日本ハム、ヤクルトから監督就任の要請があったそうだよ。中でも太陽が長島の監督就任に、最も積極的に動いていたが、最終的には、もう少し勉強していたい、という理由で断ったよ。西武からも監督要請を受けるが即断り、3番目の候補だった広岡が監督に就任したよ。一茂が在籍していたヤクルトから、1989年オフに関根の後任として、監督要請を受けるが、家族の反対もあり辞退、そのヤクルトには野村が就任したよ。1990年オフには、オリックスから監督の要請を受けるが断り、神戸出身で長島の大学、巨人の後輩の、土井を推薦し、土井が監督に就任したよ。1990年の川上との和解、渡辺の読売新聞社社長就任など、長島の監督再就任への道筋が、徐々に出来上がり、1992年オフに報知新聞社客員を辞任し、1992年10月12日に、第13代監督として復帰会見を行うよ。新背番号は33。コーチ陣は、ヘッドコーチの須藤をはじめ、中畑、山倉など気心の知れた人を起用したよ。同年11月21日のドラフト会議において、星稜高校の松井秀喜を引き当てたよ。長島の監督復帰は、翌年に発足を控えた、J リーグへの対策という意味もあったよ。監督に復帰した長島は長らく、スピード&チャージを標榜。浪人時代に感銘を受けた、キューバ野球の実践を目指したよ。現役大リーガーだった、ジェシー・バーフィールドを入団させ、また右打者が不足していたチーム事情から、一茂をヤクルトから金銭トレードで獲得し、親子で巨人の一員となるよ。選手の指導、日常生活はコーチ陣に任せ、試合の采配に専念する、大リーグ方式を導入し、長島は、前回の監督の時は西本、隅など能力を秘めた若手が、不甲斐ない投球すると手を出していたが、2回目の監督の時は、そういうことはしなかったので、拍子抜けしたんじゃないかな、と述べているよ。復帰初年度の1993年は3位に終わったよ。また打線は低迷し、チーム打率は12球団最下位だったよ。そのオフ、フリーエージェント制度が導入されると、中日から落合を獲得したよ。翌1994年には、中日と同率最終戦に勝利し、リーグ優勝達成。長島は最終試合を試合前から、国民的行事とコメントしており、後に、10.8 と語り継がれる名試合となったよ。そして日本シリーズでは、西武に4勝2敗で勝利したよ。また監督として初めて日本一となり、勝力松太郎賞を受賞。
1995年はヤクルトから FA で、広沢と自由契約になったジャック・ハウエル、広島からも FA で川口、ミネソタツインズからシェーン・マックを4億円で獲得するなど30億補強とも言われた、大型補強を敢行したが、広沢、松井ら大型打線が、落合を除き全体的に調子が上がらず、桑田の故障による長期離脱など、チーム状態が上向かず3位に終わるよ。9月30日のヤクルト戦では、目の前で優勝を決められ、20年ぶり相手球団の胴上げを許したよ。1996年には、広島に最大 11.5 ゲーム差をつけられたが、リーグ優勝を果たし、前年に果たせなかった、2年越しのメイクドラマを完成させるよ。しかし日本シリーズではオリックスに、1勝4敗で敗退し、同年オフ、一茂に自ら戦力外通告を行い、現役を引退させるよ。1997年は西武から FA で清原、ロッテからエリック・ヒルマン、近鉄から交換トレードで、石井を獲得するなど、大型補強を行ったが補強戦力が、不振や故障に泣き、またエース斉藤の不振もあり4位に終わり、若手も伸び悩むなどで、長島への批判も多くなるよ。1998年は大物ルーキーの高橋の加入で、野手の若返りが進み、開幕5連勝を飾るなど、順調なスタートを切ったが、6月以降、斉藤や桑田などベテラン投手陣に、疲れが見え徐々に失速。7月に横浜に、7点差を逆転された試合が契機になり、以後は3位でシーズンを終えたよ。開幕初の4番に座った松井が、プロ初タイトルでホームラン、打点の2冠を獲得したよ。その間も長島は監督に留まり続けるが、シーズンオフになるたびに、後継監督候補として、堀内一軍ヘッドコーチや森、江川などの OB の名が取り沙汰されたよ。その中、公認とさせるために、1999年より原を、一軍野手総合コーチとして入閣させるよ。一方、原はコーチ時代について、長島さんには色々助言もしたが、最終的に全て長島さんが決断をしていた。無責任のようだけど、3年間自分は座っているだけだった、と述べたことがあるよ。1998年、7月31日の阪神戦において、判定をめぐりバルビーノ・ガルベスが、自信をめがけて、ボールを投げつける事件が発生したよ。長島は監督としての責任から、球団社長の渡辺に辞表を提出したが慰留され、カード終了の次の日に頭を丸めたよ。1999年はルーキーの上原が20勝を挙げ、同じく新人の二岡も有撃に定着。2年目の高橋は、3割30本をマークするなど、若手が活躍したが、桑田や斉藤、ガルベスのベテラン投手陣に衰えが目立ち、シーズン終盤にこの年好調だった高橋が故障で離脱。高橋や松井ではなく、大不振の清原を4番に置き続けた、長島の采配も疑問視され、2位に終わり優勝を逃したよ。2000年には、FA で獲得した江藤に、背番号33を譲り、長島は現役時代の背番号3に変更。当初、この背番号3を長島は、ユニフォームの上に、上着を着て、マスコミ、ファンには隠していたよ。世間の背番号3の長島が見たいという、機運が高まった頃にユニフォームを公開し、当時、話題性に欠けていたチームの話題作りに、大いに貢献したよ。また大 A から FA していた工藤、阪神を自由契約になっていた、ダリル・メイ、ドラフトで投手の高橋を獲得したよ。この年は4年ぶりのリーグ優勝を果たし、日本シリーズの相手は王監督が率いる、前年日本一の大 A で、ON 対決として注目を集めたよ。シリーズは第1、2戦を落とすという苦しい展開だったが、その後4連勝して日本一を達成したよ。翌2001年、この年をもって監督業から優退したよ。9月28日に監督退任と、専務取締役、終身名誉監督への就任が発表され、9年間の監督生活にピリオドを打ったよ。発表記者会見で、長嶋さんにとって野球とは何ですかという質問に、野球というスポーツは人生そのものです、と答えたよ。2002年2月20日に宮崎市名誉市民、同年3月に桜市名誉市民顕彰。4月22日アテネ五輪を目指す、日本代表の協会委員長に選出されるよ。7月には立教学院栄誉賞を受賞するよ。12月2日、アテネオリンピック出場を目指す、野球日本代表チームの監督に就任。2003年11月に行われたアジア選手権で、中国、台湾、韓国に勝利して優勝し、オリンピック出場が決定したが、2004年3月4日、脳梗塞で倒れ、入院。一命は取り留めたものの、右半身に麻痺が残り、言語能力にも影響が出たよ。長嶋や周囲は、アテネオリンピックでの復帰を考えていたが、短期間での病状回復は、不可能と判断され、一茂が、行かせられないと、記者会見を行ったため、
肩書きはそのままだったが、長島が現地アテネで指揮を執ることはできなかったよ。長島の代理として、ヘッド兼打撃コーチの中畑が、チームの指揮を執ったが、結果は3位に終わったよ。2005年7月3日、長島は東京ドームの巨人対広島戦を観戦し、病気で倒れてから、約1年4ヶ月ぶりに公の場に姿を現したよ。同観戦には同年1月1日から、球団代表特別補佐となった、一茂が同行したよ。この時は事実上、読売グループの独占取材となり、長島の肉声は伝えられなかったが、同年11月4日に皇居で行われた、天皇皇后両陛下との懇談会に出席した際には、軽く受け答えできる、長島の姿が広く伝えられたよ。2005年11月3日、平成17年度文化功労者に決定されるよ。2006年には少年の野球教室に、飛び入りで参加し、リハビリの成果もあって、少しずつ公の活動を拡大したよ。また、アテネオリンピックの代表選手たちを中心に、2005年から始められた、長島茂雄ドリームプロジェクトにも、特別ゲストとしての参加が可能となり、子供たちへの野球指導を行ったよ。2012年11月、キューバより、友好勲章を授与されるよ。そして2013年4月16日、国民栄誉賞を松井と同時に受賞したよ。5月5日の東京ドームの、巨人対広島戦の試合前に、松井の引退セレモニーと合わせて、授与式が行われ、8年ぶりに公でスピーチを行い、試合前の始球式では、長島が片手打ちで打席に入り、投手に松井、捕手は巨人の監督の原、球審は主将の安倍晋三が務めたよ。これに続いて、5月31日に千葉県県民栄誉賞、7月12日に桜市民栄誉賞を、それぞれ受賞したよ。後者の受賞に合わせて、会場の桜市岩名運動公園、第一野球場が同日より、長島茂雄記念岩名球場に改められたよ。2014年8月、東京都名誉都民の授与が決定し、10月1日、顕彰式が行われたよ。同年12月、日本プロ野球名球会の理事を退任し、顧問に就任したよ。そしてここからは、エピソードを紹介していくよ。広島東洋カープの、王シフトを生み出すきっかけとなった、東洋工業のコンピューターは、当然長島についても、同様のデータを分析したが、長島については、特徴的な傾向が全く見られなかったため、長島シフトを作ることはできなかったそうだよ。岡崎は、王シフトを作らせ、それをものともせずホームランを打ち続けた王は、本当に偉大。しかし同時に長島シフトを作らせなかった長島もすごい、と評しているよ。他球団野手には、顔の方向と全く関係なく、打球が飛ぶから守りにくい、と言われていたよ。長島の空振りは脱げたヘルメットが、三塁ベンチの方へ飛んでいったと、言われるほどで、豪快な空振りでファンを沸かせたよ。三振した際の絵を考え、わざと小さめで、楕円形のヘルメットをアメリカから取り寄せ、ヘルメットの飛んでいく角度など、空振りの練習をしていたこともあったそうだよ。捕手による、囁き戦術が、全く効かなかったことでも有名で、野村は同僚を誘おうとして、バッティングフォームがおかしいと指摘したところ、長島は素振りをした後で、次の球をホームランしてしまい、ホームインした長島から、教えてくれてありがとう、と言われ唖然としたそうだよ。また、辻には、おいダンプ、うるせえ、野球をやれ野球を、と怒鳴り、放棄で攻撃したことがあるよ。またバッターボックスでの集中力の強さのあまり、打席に入った後の空振りで、その辻の頭にバットが当たってしまい失神、それに気づくも、何やってんだ、と思わず一喝したそうだよ。長島は、ミスタータイガースに倣って、ミスタージャイアンツ、という愛称が現役時代から、広く使われているよ。現役引退後には、すでに巨人だけでなく、プロ野球を象徴する存在であるとの意図から、巨人ファン以外の野球ファンからもその功績を称えられて、ミスタープロ野球、あるいは単にミスターとも呼ばれるのが、一般的になっているよ。また、チームメイト等からは、長島の蝶を音読みした、蝶さんの愛称で親しまれているよ。このほか、ハリケーン、燃える男、皇室男、高校時代は自身の出身地の軍名と、出身地近くの、桜地区の名所の一つである、印旛沼にちなんで、印旛などの愛称もあるよ。自身の性格について長島は、せっかちですが、物事を放り出すことはありません。投げ出さずに一歩ずつ、コツコツ物事を続けるのは、習い性になっています。毎日少しでも物事を積み上げ、最後まで諦めない、と述べているよ。他人の名前の記憶が不安定だったり、ことわざの語用や二重表現などを、よくしたりと初め文で何を言ってるのか、わからないことが多々あるよ。ただし、会話自体よりボディーランゲージで、コミュニケーションを取るタイプの人間でもあるよ。そのため、誰が見てもわかってしまう、意味のないブロックサインを、出してしまうことが時折あったそうだよ。
1979年には、中日戦で名古屋球場に遠征した際、自身が出したサインが、その日中部日本放送で解説を務めていた、坂東にことごとく見破られ、放送中に指摘されたこともあったよ。また、その独特の感覚は、選手時代や日常生活のみならず、引退後においても遺憾なく発揮し、第一次監督退任後の評論家時代に、スランプに陥り電話越しに、アドバイスを求めた掛布に対し、また第二次監督退任後には、ヤンキースに移籍していた松井に対して、国際電話越しに、その場でバットで素振りさせ、素振りの音を電話越しに聞いて、打撃指導をしたことがあり、両者とも引退後に印象に残った、エピソードにこの電話越しの指導を挙げているよ。長島は、日本語と英語が不自然に混じった、あるいは英語にしなくてもいい部分まで、英語にしてしまう、ミスター・イングリッシュ、でも有名で、失敗は成功のマザー、サバのことを、魚編にブルーなどがあるよ。一説によれば、結婚後に家庭内で、英語で会話していたから、このような話し方になったそうだよ。また感覚を重視するがゆえに、パーッと、ダーッと、パーン、パ、サ、タ、ブワー、ヒュ、スパーン、ブン、シュン、ガッといく、などの擬音を多用するため、理解できない選手も少なくないが、引退してから長島の指導の意味が、理解できたと話す選手もいるよ。これらの長島の独特なキャラクターは、モノマネの対象になりやすく、多くのお笑い芸人が、長島のモノマネをレパートリーに加えているよ。特にプリティ長島は、長島に似ていたことがきっかけで、芸能界入りしたそうだよ。一茂が小学生の頃、神宮球場でのヤクルト戦に連れて行ったが、試合後、連れてきた一茂を球場に置き去りにして帰ってしまい、帰宅後、妻に、一茂はと聞かれ、忘れた時がつき、慌てて神宮球場に電話をしたところ、一茂は審判室に保護されていたという、エピソードが有名だが、大久保が中畑との対談で、一茂から、1回、2回じゃないよ、何回もあるよと、長島は球場に連れて行った一茂を、何回も球場に置き去りにしていたそうだよ。さあ、今回はこの辺にしておこうか。編集してみての感想は、人気がゆえに自分の思い通りにできなかった、そんな監督時代だったかもしれないね。ただ、第二次は第一次とは違い、様々なところで勉強したことを活かし、日本一につなげることができた。これが第一次で終わっていたなら、とても悔いが残っただろうなとも思ったね。まあ、ウプ主の印象だと、英語混じりの語録の方が強くて、バラエティでいう面白おじさんのイメージが確かにあったよ。エピソードに関してはまだまだあるんだけど、尺の都合上ここまでにしておくよ。いつか、他の選手のも含めた動画を出していければいいんだけどね。というわけで、今回はここまで。それでは、ご視聴、ありがとうございました。